どうも、白井です。今回は指名手配向け島内林水属性ビルドの解説です。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回はテレサを主力にしたよろず配達ビルドを採用しました。メインの火力はトーナですが、フリージアも会心の発生次第ではトーナと同等のダメージを出せるダブル支援アタッカーという新しいビルドです。千歳主力に比べて波エリアを意識した立ち回りをしなくて良くなったので、指名手配のキャラクター操作が楽になったのは高得点です。それではポイントだけかいつまんで解説します。テレサは特化1をベースにしています。翡翠カゴは印付与で水属性準勇者の SP を増やすことができます。口述するフリージアの必殺技の回転率を上げるためにも重要な素質なのでおすすめです。魔剣重圧はチーム全体のブレーク値貫通効率を最大で 255% 増加させます。ブレークゲージに対するダメージが約 3.5 倍になるので頻繁にブレークさせることができます。ブレーク中は最終ダメージが 1.5 倍になるのですが、現在のビルドではうまく噛み合わない場面が多いです。理由は敵ブレーク中のダメージソースの不足です。現状、トーナの支援スキルでブレークゲージを削っているので、トーナの支援スキルがクールタイムに入ってしまうとまともにダメージを与える手段がなく、せっかくのブレークタイムを活かせません。トーナの支援スキル以外の火力もしっかりと確保したいところです。キューマ体験は主力スキルのクールタイムを短縮させるので、レベル1だけでいいので採用してください。フリージアは定番の幻冬の牙を採用しつつ、強化状態時に会心ダメージを出す構成です。極地降雪は強化状態中に確率で評価を生成する素質です。ここで生成された評価には幻冬の牙の効果が適用されるので、通常だと支援スキル間で効果が切れてしまう幻冬の牙も強化状態中は常時維持することが可能になります。評価は必殺技命中時、強化中の会心ダメージを最大 1460% 増加させます。スタック数が重要なので、できるだけ敵の数が多い場面で使用してください。トーナは特化1をベースにしています。配達ノルマはカスケードルートが異なる敵にダメージを与えると属性ダメージを増加させる素質です。水属性準勇者では貴重な属性ダメージバフで、かつ倍率も高く優秀です。初回サービスを採用するとカスケードルートの生成数が増えるので、レベル1だけでもいいので採用してください。今回紹介したよろず配達ビルドはトーナとフリージア両方に素質を取らせないといけないので、記録の作成難易度は高いです。まずはトーナに素質を集中させた記録から作るのをおすすめします。最後に気象厳選でおすすめの素質はご覧の通りです。今回作成した記録がこちら。テレサは4凸、フリージアが2凸、トーナが無凸で全員レベル90です。今回のイベントロスレコのコア効果は、トーナを特化1にしている場合は常時発動しているようなので、私のようにガイマ防衛戦のロスレコをメインに採用している場合はこれをサブに下げて、イベントロスレコをメインにした方が良さそうです。戦闘開始です。配達ノルマの効果を発動させるために最初は斜め下からアプローチします。以降の戦闘はサメが中央に戻って敵を召喚するのに備えて、
できるだけ横からダメージを与えるようにします。魔剣重圧の効果によりブレークゲージに対するダメージが通常の 3.5 倍になっています。序盤はブレークが終了すると次のブレークが始まるので見ていて面白いです。フリージアの必殺を発動。敵3体を巻き込んで評価のスタック数を稼ぎます。指名手配向けよろず配達ビルドの解説は以上になります。この動画が皆さんの攻略の助けになれば嬉しいです。このチャンネルではこれからもステラソラの最新情報や攻略情報の発信を続けていきます。見逃したくないという方は今のうちにチャンネル登録と通知オンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたのステラソラライフがより充実したものになりますように。